2021年以降4年連続で世界で最も魅力的な観光都市ランキング1位に選ばれているフランスの首都パリ。外国人観光客が年間8200万人近く訪れる世界一の観光大国でもあり、エッフェル塔やノートルダム大聖堂、ルーブル美術館など世界的に有名な観光名所が集まっています。そんな観光大国であるフランスですが、一方で紛争や貧困から逃れてきたアフリカをはじめとする移民や難民が多く暮らしています。フランス全移民の約半数の 46.6% がアフリカ出身で最も多く、アフリカ系移民が多く暮らすリトルアフリカと呼ばれるエリアも存在し、一部エリアでは犯罪や強盗、違法販売、薬物売買などが横行し、現地の住民すら近づかない危険地帯もあります。今回はパリで最も危険な地域とアフリカ系移民が多く住むエリアに実際に行ってみました。それでは最後までご覧ください。皆様ご視聴ありがとうございます。突然ですけど今私はフランスのパリにおります。本日の日付は2025年の10月27日、今朝9時ぐらいですね。今私がいる場所はフランスのパリの19区と言われている場所ですね。こんな景色も綺麗で運河もおしゃれですごくねパリっぽくていい感じに見えると思うんですが、おそらく視聴者の方でもねパリフランス旅行好きな方もおられると思いますし、ヨーロッパ行ったらねパリ必ず寄るよっていう人もいると思うんですが、そういった人たちでもね結構有名なのがこのパリ市内の中で18区と19区はね最も治安が悪いと言われている場所で、現在だとね移民の方たちがすごいいて、昔からそうだと思うんですけど、特に最近移民問題でフランスね移民受け入れてますんで、もうここ本当にフランスなのみたいになっちゃってる場所と言われてるのがこの19区18区なんですよね。で今自分は19区の、割とど真ん中にある、ホリデーインっていうねこれホテルなんですけど、ここに宿泊しているんですよ。今回ですね非常に短い期間でフランス2日しか滞在がなくて、皆さんがね行くようなエッフェル塔だとか観光地には一切行かずにですね、フランスの移民問題、そして街がねくしゃくしゃになってしまっているエリアをね中心に見ていこうかなと思います。で今私がいるパリ19区、ちょうどねホテルの目の前にサンマルタン運河っていうこの運河がね流れてて、この運河沿いからね、ちょっと治安あんま良くないというかということで有名なんですよね。なんでせっかくホテルの前がそういった場所だったんで、ちょっとこの辺をブラブラして19区のねちょっとやばいと言われている場所を見に行って、その後18区のアフリカタウンと言われている場所ねそちらの方に行ってみたいと思います。せっかくねパリまで来てるのに観光地には行かず闇の部分だけ見るっていうね、なんともあれなんですけども、私は今回もともとパリに来るのがメインじゃなかったんでついでに動画を撮ってるって感じなんですが、このねサンマルタン運河のこの道ずっと行くとですね、地下鉄のスターリングラードっていう駅があるんですよ。でその駅周辺も結構やばくて、でその辺まず行って、で他の場所もちょっと見ていこうかなと思います。この19区から18区に移動する地下鉄も結構やばいということで、観光客の方はね避けるべき場所として結構ガイドブックとかフランスね在住の日本人の方がブログとかで注意喚起してる場所なんですけど、私はあえて行ってみます。もう落書きとか多いんでね。でも空港からこの街に来るとき通った通りよりまだこの辺はおしゃれで綺麗な方ですね。アフリカの人たちはそんなにいっぱいって感じではないです。どちらかというとアジア系のチャイニーズの人が多いですね。街はね広葉樹で綺麗に紅葉してて、今めちゃくちゃこのパリの街が綺麗に見えるおしゃれなね時期なんですが、私の視点としてはそういうことじゃないので変わり者なんですが、ちょっとこの動画最後までお付き合いください。ぶっちゃけ自分が宿泊しているこの19区のエリアですけど、昨日ね夜見ましたけど、夜はねちょっとやっぱ僕も勇気がないです。ホテルの人もね夜は歩かない方がいいって言ってましたけど、昼間はねこんな感じで人もいないですし普通です、体感的には。ただ一応治安が一番悪い場所とされているので、この19区もねどうなのかは分からないけど、この後ね行く18区のアフリカタウンはこの前中国の広州で行ったアフリカタウンに比べても比じゃないぐらいやばいと思います。カメラ出すだけでも
集団で襲われるみたいなこと書いてあったんで、相当気合い入れていこうと思います。もうダメなら取れないかもしれないけど、結構暴力的な感じらしいんですよね。でごった返してると聞いたんで、アフリカの人たちでちょっとかなり気をつけていきたいと思います。まだこの辺は全然19区なんで大丈夫です。おそらくね、皆さんの中にもフランス旅行を考えたときに、あとヨーロッパですね、治安が悪いっていうので、何について治安が悪いんだっていうことを考えますよね。でパリの場合は一番多いのがやっぱりね、物を取られるっていうことが多いらしくて、囲まれてね、何人かに。であと、薬物中毒者とそのバイヤーたちが結構いたりして、それに絡まれる。であと、女性だとレイプ、これが、フランスの、ね、中で特に起きているのがこの19、18区ということなんで、それ以外のところでも別にスリの危険はどこ行ってもありますし、薬物中毒者はね、日本にはあいないんですけども、海外行けば結構いたりするので、なんかこれといってなんか調べてもね、よくわかんないよっていう人がいると思うんですが、パリはそういう感じです。ちょっと風が強いんですけど、めちゃくちゃいい景色ですね。素晴らしい。ただちょっとね、目をそらすと怪しそうな、なんか大麻の匂いがするからそうなんだろうなとは思いますが、一応もう Google マップ上だとこの辺りからスターリングラード近辺というか、奥の通りがスターリングラード通りですね、ストリート。普通ですね。時間が午前中っていうのもあるんですけど、夜行けよってたまに言われるんですけど、夜は自分も怖いですわ。特に一人だと普通に危ない感じは今んとこしない。おそらくこの辺りぐらいから駅の近くですかね。さっきまで雨降ってたんで濡れてるんですけど、今は止んでますけど、ちょっとアフリカ系の人が多いですかね。こちらがスターリングラード通りですかね。奥に地下鉄の駅があります。でもまだちょっと早いですから、お店はあんままだやってないですかね。なんか、カツカレーとか、これ日本食だ書いてありますね、日本食。落書きがすごいね。まだ全然歩けるな、これ。全然です、はっきり言って。時期と時間によると思いますけど、この辺全然大丈夫だ。これ地下鉄の駅の前のお店とかこれ潰れてますね。時間のせいでやってないわけじゃなくて、潰れてるお店も結構ありますね。正直このスターリングラード周辺普通な感じがするので、取れ高なさそうなんで、一応この19区の中で最も悪いと言われているですね、ベルヴィルという駅の方、地下鉄で今から移動して、その地下鉄もあんま良くないらしいんですけど、ちょっと移動してみましょうか。あとですね、地下鉄メトロの1日券はもうすでに買ってアプリに入っておりますので、このまま、乗っていくだけですね。1日12ユーロぐらいだったかな。はい、じゃあ乗っていきましょう。パリの地下鉄は結構雰囲気がありますよね。どっちだ、こっちか。2号線に乗ります。なんでなぜかエラーで乗れないんですけど、ちょっと調べます。ちゃんとチケット日付も合ってるし、買ったのに反応しないな、アプリで。非常に不本意なんですが、チケットが通らなかったんで、もう一回買い直しました。追加で12ユーロ。めちゃ高いわ。いけたわ。くそ、24ユーロも払ってしまったよ。こうキャンセルできないって最悪だよね。自分が乗るのは2号線なんで、これじゃないですね。ちょっと取り損なったんですけど、
今通路とかでも結構ホームレスの人いましたね。でも警察官も結構いますね。すごい、この辺も全部ホームレスですね。この駅の下というかたくさんいますわ、人が。こういった駅の下とか通路の中にいっぱいいるんですね、ホームレスが。ということでベルビル駅着きました。地下鉄の中もそんなにめちゃくちゃ危ない雰囲気はなかったですね。普通の子供とかも乗ってましたからね。この地上がどうなってるのかちょっと気になります。一回出てみましょう。一応19区の中で一番治安が良くないと言われているベルビル周辺なんで、中国スーパーがあります。でこの辺はね、第2の中華街って言われてて、確か13区にメインのね中華街があるんですけど、ここはちょっと違う雰囲気の中華街で、確かにチャイニーズの人多いですね。昔はここもすごい治安が悪かったと記事で見ましたけど、ここ最近は多分安定してるんだと思う、昔に比べたらね。アフリカ系の人もいるけど、でもチャイニーズですかね。なんで自分が溶け込んでますね。中華街じゃないのにこう勝手にできた中華街みたいな感じですね。ここはでも結構危ないみたいで、中国人でもあんま来たがらないという話みたいです。すごく八角の匂いがしますね。このねメイン通りからずれた場所が結構ね独特な雰囲気で危ないと書いてあったんですけど、確かにもう今、11時半ぐらいなんですけど、閉まってるお店も多いですね。でもこの辺ほぼチャイニーズの世界ですね。13区のねチャイナタウン行ったことないんですよね、私。それとまた別の、いわゆるバンコクのヤワラートあるじゃないですか。それじゃなくてホワイクワンみたいな感じの場所ですね。落書きとかがすごいな。ちょっと殺伐とした空気はあるわ、確かに。この辺はちょっとお店はやってるな。すれ違う人が中国人ばっかですね。本当に漢字ばっかりだな。チャイナタウンベルビル。結構ホームレスの人とか路地の方行くといますね。まあでもそこまでですかね。静かですけど普通かなって感じは俺に思ってしまいますね。今ここでねホームレスの人たちの配給ですね、食事の提供無料配布している場所がありました。皆さんここでコーヒーとかパンとかリンゴもらって食べてますね。でも見た感じチャイニーズ系の人たちも並んでるから、こっちに住んでる中国系の人ももらってるんでしょうかね。あそこでフリーで全然その小綺麗な人でももらってるからみんなに配ってるのか。でも多分違うと思う。一気にホームレス増えたな。す
すごい街並み綺麗だけどな。食料をもらってる人たちが食べてますね、道で。確かフランスってフードロスとかにすごい気を使ってて、飲食店とかでもうね、材料が賞味期限来ちゃうようなやつとか無料で貧しい人にあげたりとか、なんか言ったらくれるみたいな、なんか社会的システムがあるって聞きましたけど、その関連で配ってるのかもしれないですね。この19区で一番治安が悪いと言われているベルビルエリア歩いてますが、そこまでですね、なんかよっぽどかイタリアのミラノとかの駅前とかの方が怖い感じあるけど、自分がちょっと慣れてしまってるのもあるかもしれないですけどね、そんな感じないですね、全然。先ほども言いましたが、夜とね、昼間ではまた全然違うんで、この昼間だったら全然大丈夫なのかもしれないですね。で、まあ、この19区はこれぐらいにしておきまして、本命の18区のアフリカタウンにちょっと今から行ってみます。とりあえず今から19区ベルビルから、18区のシャトルーゼ、まで行きます。地下鉄で移動します。なぜか地下鉄の駅がちょっと煙たいんですよね。何の煙なんだろう。それでは最寄りの駅で降りまして、ここから歩いてアフリカタウンの方に行ってみたいと思います。この先ちょっとね、気合い入れないと撮影してるのがね、結構攻撃されるって聞いたんで、なるべく iPhone で隠れながら撮りたいと思います。あとね、スマホとかも撮られちゃうって書いてありましたんで、そんなにやばいのかな。事前情報と行ってみたら違うっていうのもあると思うんでね、なんとも言えないんですけど、早速ね、駅やばいわ。あそこにいる人たちにね、めちゃくちゃ話しかけられます。で、一気にアフリカの人たち増えましたかね。今通ってきただけでもちょっと捕まりそうになりました。要はね、大麻買わないかってことです。はい。なんで、すごいしつこく言われますね。雰囲気が駅出た瞬間に変わりましたわ。結構じゃあやばいな。昼間なのに。子供たちいるんですけど、しっかりね、ガードされていますね。警察官も見てますね。それぐらいなんだ。知らなかったな。ちょっとやばいな。駅のとこ。ずっとカメラ出せなかったわ。一気にアフリカ系の人たちが多いですね。お店の人たちもアフリカ系の人が多いな。結構怖いです。なんか常に 見られてる感じがするのと目立ちますよね。私日本人でも日焼けしてるんで黒い方だと思うんですけども、それでもやっぱここは全然アジア人いないから、白人の人たちも全然いないですね。すげえ取りづらいです、空気感が。いやー、結構緊張するな。なんかもうすごい散らかってるもんな、こんな感じで。いやー、これが現実ですかね。昼間に来てこれですからね。夜やばそうだな。もうわけわかんないアフリカのなんか食材がいっぱい売ってて、匂いがすごいわ。ちょっと臭いっすね。もうこの辺一気にアフリカ系のお店が増えました。これは野菜とかタロイモとかですかね。この辺全部あれです。もうアフリカタウンですね。入り口ですね。やっぱりこういう服とか講習の時と一緒ですね。カバンとかスーツケースとか売ってるお店がやたら多い。ちょっと怖いですね。
南アフリカのケープタウンとか行った時ぶりぐらいちょっと気合い入れてます。ビクビクしちゃ余計ね狙われるんで堂々とこの辺も全部そうかな。アフリカのお店ばっかりだ。アフリカ系レストランだ。この辺ももうマーケットですかね。わ、すごいいっぱい売ってるわ。すごい。写真を撮るなって怒られました。やばいね、めっちゃ警戒されるわ。この人たちね、違法で滞在してる人が多いんですよ。だから取られると困るっていうのと、あと商売自体も違法でやってる人がいるみたいです。取れないな。ちょっと警戒されててなかなか取れない。すごい数だわ。もうこの先全部アフリカタウンですね。かなり広範囲だ。結構でも殺伐としてますね、空気が。これがパリの裏側って感じですね。ほとんどアフリカ系の人しかいないわ。この辺も全部マーケットですね。ミニアフリカマーケットとか書いてある。さすがにちょっとビビりますね。でもちょっとやっぱ広州と同じような雰囲気がしますね。なんとも言えない匂いとかやたら散らかってますね。なんでドアが捨ててあるんだろう。でちょうど目の前に見えてるのが地下鉄のシャトルージュ駅。自分が乗ってきたのは2号線だったんでこの駅じゃなかったんですけど、一番近いのはこちらの駅ですかね。やっぱりこの辺だけ空気感が違うっていう感じですかね。思いっきりアフリカタウンっていう感じです。はい、ちょっとビビってしまって、本当はね市場の中もうちょっと撮りたかったんですけど、全員にね写真撮るなって言われるんで、動画も撮るなって言われるから、そうやっぱ映されると困るっていうのがあるみたいで、やってることがね違法な人たちが多いから、はい、そんな感じですね。こういう路地にいる人たちがもう全員移民の人たちですよね。だからこれが怖いんですよ、この雰囲気が。なんか知らないけど外でなんか声かけようとして待ってるんですよね。今ちょうどアフリカタウンに両替所があったんですけど、ちょっと反射しちゃって見づらいな。アメリカドル、イギリスポンド、日本円 3番目ですよ。なんか久しぶりになんか上の方にあるの見ましたね。レートすごい悪いけどね、1ユーロ、167円か。買った場合ですね。両替した場合、円からユーロに。今レート見ると175円ぐらいなんで10円以上ちょっとあれなんですけども、日本円が上ですね。はい、ちょっとさっきね絡まれた駅の周りをちょっと見てみようと思います。あそこやばかった。一番やばかったな。なんでちょっと頑張って撮ってみます。個人的にはアフリカタウンの市場とかのとこよりもやばい気がするけどな。とにかく殺気がすごかった。であと手当たり次第に絡まれる。ちょっと駅に近づいてみます。すごい大麻の匂いがする。そんなに絡まれなかったな。さっきやばかったけど。
この辺たむろしてる人たちがやばいんだよね。このエリアやばいっすね。なかなか迫力あるわ。さすがに怖いな、このエリア。これ19区の多分一番怖いとこですね。ちょっとね、もうめちゃくちゃ警戒してるから取られてるの見た瞬間にめっちゃね叫んでくるから怖いわ。なんかケンジントン通りのペンシルバニアフィラデルフィアのゾンビタウンのなんか作りに似てるな、街が。駅の周りがカオスっていう。さっきより減ったな。さっきめっちゃいたけどな。この辺もやばいっす。ちょっとホームレスの人たちがいっぱいいて、これやばいですね。匂いがやばい。この後ね地下鉄、乗るんですけど、この橋の下にいっぱいテント張って、でほとんど移民の人たちですね。アフリカ系の人たちがいます。めちゃくちゃ大麻の匂いするし、結構怖いですしかも数がすごい多いですね。だいぶね警察がこう管理してるんですけど、それでも怖いですね。とりあえずこんな感じで、パリのね、18区、19区、治安極悪エリアで、特にアフリカ移民の人たちがね大量にいる、18区のエリアをですね、アフリカタウンと呼ばれている場所を見てきました。こんな感じでした結構緊張しましたけど、昼間であればねこんな感じで一応行けはしましたけど、みんなはわざわざ行かない方がいいのかなと思います。はい、いや緊張感ありましたね。襲われるんじゃないかっていうのがあって、やっぱり声をかけられるとどうしてもねでかい人たちでアフリカ系の人たちだと迫力ありますからね。それではね今から、昼ご飯を食べに行こうと思うんですけど、普通に地下鉄の中でタバコ吸ってる人いたわ。これから行く場所は18区19区じゃなく、全然みんなが行くような安全というか普通の場所なんですけど、視聴者の方にね教えてもらった大衆ローカルフレンチが食べれるお店で、せっかくもう今日パリこれ最後なんで、最終日なんで、味わってから行きたいなと思って、ちょっと最後おまけ的な感じで美味しいフランス料理を食べてから締めたいと思います。それで地下鉄のモンパルナス駅を出たところですかね。これモンパルナスタワーですかね。はい。で今からお店に行きます。すごい人気店で混んでるらしいんですけど、お店の情報はちょっと画面上に出しておきます。弾丸で2日しかないパリなんでフランス料理もねちゃんとしたの食べたいじゃないですか、1回ぐらい。もう並んでるな。ちょっと今改装中みたいになってますけど、ここのお店ですね、すごい混んでる。ここですね。並びましょうか。すごいな。でも食べましょう。並びましょう。こちらのお店はフランスの伝統的な料理がねお手頃に、しかも味も良くて食べれるということで、席数は結構あるとは思うんですけど、お店予約できないんですよね。並ばないといけないということで、1時間以上は並ぶ覚悟で来た方がいいです。多分もっと並ぶんじゃないかな。平日ですけどね。はい、現地の人も結構来るんで、観光客も来るけどすごい人気なお店ですね。なのでエスカルゴとか、あとああいうフランス流のステーキとか、いろんなもの何でもある、デザートもっていう感じで、ちょっとがっつり値段気にせず食べたいと思います。もうちょっとさっきアフリカタウンで怖かったんでねせっかくパリなんでパリらしいこと最後してから
終わりたいと思います。はい、一応開店時間に合わせてきたんですけど、結構スムーズに入ってくんで、今ちょうど10分ぐらい遅れてオープンしたんですけどね、割とすぐ行けるんじゃないかな。最初座れなくてもいいでしょう。とりあえず自分はもう1人だけなんで、だいたい1人で食べてるやつなんかいないんでね。ということで、なんとか1巡目で入れました。1人だったんでね、優先的に入れてくれました。何人かだとちょっと席が難しそうですね。はい、ちょっとアジア人差別かもしれませんけど、入り口近くということでこれね、意外とあるんですよ。ハワイとかでも露骨にやられる人いるとは思うんですけど、今回多分そんなことはなさそうだけどな。もうこんだけパンパンですからね。空いてても入り口近くに案内されるときはもう完全にそんな感じですよね。奥の方とか、キッチンに近い方に多分優先しますよね、欧米人の人たちはね。あと風が入ってくるっていうのもあって、でも多分これは違うと思う。ということで、席を変えろと言われて相席にさせられました。ちょっと高速でオーダーしたんで、全然もうちょっとわけわかんない感じなんですが、読めますかね。頼んだのはスパゲッティボロネーゼと、あとローストチキンと、エスカルゴですね。ドリンクは、水を頼みました。はい、多分シェアしろってことだと思いますけどね。ということで、結構早く出てきました。かなりね評判だったこのスパゲッティボロネーゼ、超うまそうで、お店の人気メニューローストチキンですね。フライドポテト山盛りですけど、これね結構安かったです。これ 9ユーロで、こっちが11ユーロかな。なんでまともな店でこういうの頼むと結構高いと思うんですけど、ここは良心的な上にしかも美味しいと。で、あとエスカルゴですかね。めちゃくちゃうまそうだわ。相席の人にはも申し訳ないんですけど、一応動画を撮らせていただいております。相席の人はもうエスカルゴ食べてますね。あとはエスカルゴですね。サイゼリアのしか最近食べてなかったんで、殻付きのは嬉しいですね。うまそう。いただきます。めっちゃうまい。めっちゃうまい。ちょっとテーブルが狭くてですね、あんまり自撮りできないんですけど、エスカルゴも超うまい。鶏肉もうまかった。やっぱうまいっすね視聴者さんの情報はかなり有意義ですよね。間違いないと思います。フランスにすごい通ってる人がここはいいよって言ったんで正解でした。これだけ食べても全部で30ユーロぐらいかな。30ユーロいってないと思います。意外と早く入れて、パパッと料理も出てきてサクッと食べれて、でお会計全部合わせて27ユーロでした。サービス料込みでめちゃくちゃ安いと思います。で今外出たらこんだけ並んでました。それでは最後エッフェル塔でも見に行って締めましょうか。バスで行きます。82番のやつかな。懐かしいですね。ここ歩いた記憶がありますね。この先がエッフェル塔が正面から見える場所ですね。ちょっとホームレスの人も結構いたりしますけど、3年ぶりのエッフェル塔だ。この曇りの感じがパリっぽいですね。ちょっと雨が降ってきたな。パラパラしてますね。最後エッフェル塔のこの絵で締めたいと思いますが、雨降ってきました結構降ってきましたね。ということでこんな感じでですね、今回弾丸だったんですけど、フランスのパリね、アフリカタウン、移民の問題がねどんな感じになってるのかっていうのをちょっと
ちょっとマニアックな感じでね、全然観光地とか行かなかったんですけど、お届けしました。はい、これで終わりたいと思います。この後ですね、私はフランスを出国して、次回からですね、バルカン半島、私が行ってみたかったね、セルビアとかその辺を回っていく動画上がると思いますので、引き続き見ていただければと思います。次回はですね、フランス出国編でセルビアに行くところからお届けしたいと思います。皆さんよろしければ感想、コメント欄に書いていただいて、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは。